はい、それではよく眠れるかもしれない光量子仮説っていうところでやっていきたいと思います。で、この動画でやることなんですけど、まず光電効果の振り返りと量子化の概念っていうところをやっていきます。で、その後に原子構造と仕事関数っていう、これが光電化に必要なエネルギーのことなんですけど、の説明をしつつ、それから光電効果の解釈の話ですね。どういうふうに何が起きてんのっていうところの話をした後に、実験を2つ見ていこうと思ってて、ロバート・ミリカンの油滴の実験っていうものが1つですね。で、これが電子を発見したっていう話なんですけど、あともう一つが光電管の実験ですね。これが光量子を確認したっていう話なんですけど、この2つの実験をちょっと見ていこうって思っています。なので、この動画ではこんな感じでやっていこうと思います。まずは前編のあらすじいきますね。で、前編というか、光電効果についての動画をまた別で上げているので、そっちのあらすじをいきます。で、そもそも光って不思議だなって思ってたわけですね。で、それが波なのか粒なのかっていうところがああだこうだっていうのがあって、で、なんとなく両方の性質があるっぽいんだなって。で、1600年の後半ぐらいからずっとその光の波動性っていうのをこう示すような実験結果っていうのが、数多く見つかっていて、で、光の速度を測ってみても波動性っていうのが示されるし、マックスウェル方程式から見ても電磁気的な波なんだっていうのが導出されるしで、1900年頭ぐらいになるとやっぱり光って波だったんじゃんっていう風に、なってきたわけですね。で、波動説が圧勝でしたと。なんだけど光電効果っていう現象があって、これがもしかしたら粒かもしれないなって話になってきましたと。で、光電効果っていうのは、金属に光を当てると電子が吹き飛ばされるっていうそういう現象なんですけど、光っていう電磁波を金属にぶち当ててエネルギーを与えることで電子を取り出してんだみたいな風に思ってたわけですね。なんだけど光と飛び出てくる電子の関係っていうのがこれがさっぱり分かりませんでした。で、1800年から1900年にかけてこの光電効果の実験っていうのは盛んに行われて、こんな風な実験事実が分かったんですが、これが波動説では説明不能なんですね。で、ここで観測事実と矛盾しちゃうじゃんっていう話になってきて、で、波動説のこの古典力学的な限界にぶち当たったわけですね。なんだけどアインシュタインがある仮説を考えましたと。で、ここでアインシュタインが考えたのが光量子仮説ってやつなんですね。で、これをベースに、光電効果の解明っていうのをやってノーベル賞を取ったわけですね。みたいなあらすじがありつつ、この光量子仮説の動画は黒体放射だとか光電効果だとかっていう動画がまた別々であって、それの延長線上の話にはなるので、この2つの動画を見てからの方が理解しやすいとは思いますっていうのと、この2つの動画を見ている前提で話す部分もあるので、それはちょっとあしからずって感じですね。で、本題に行って、そもそもなんですけど、光量子仮説っていうからには、光を量子と考える仮説なわけじゃないですか。で、量子って何ですかっていう話になってきて、英語で言うとクオンタム、発音微妙ですけど、これが、意味で言うと飛び飛びの値を持つっていう意味なんですね。だから量子力学っていうのは飛び飛びの値を持つ単位で力学を考えましょうみたいな学問なんですね。で、例えばリンゴのエネルギーってやつを考えてみるとして、リンゴジュース 900g とリンゴ3個で 900g、どっちもエネルギーとしては同じですというふうに考えますね。で、リンゴジュース 300g ちょうだいっつったら 300g 普通にビャって出せるじゃないですか。で、リンゴ3個から 300g ちょうだいっつったら1個ポンと出してあげればいいじゃないですか。なんだけど 100g ちょうだいって言われるとちょっと厳しいんですよね、これは。リンゴがこれ以上分割できないとしてって話ですけど。で、こうした時にこのリンゴエネルギーの最小単位っていうのをリンゴ1個と定めるんですね。つまりリンゴのエネルギー量子 300g っていう風に考えますと。で、これが量子化の概念なんですね。で、グラフで表すと、縦軸にエネルギーを取ったとして、こんな風になりますと。で、リンゴジュースの方は好きな量を取り出していいんですけど、リンゴ1個単位で考えてる方は 300g 単位でしか取り出しができないわけですね。で、この左のような状態を量子的な考えというか量子力学っていう風に考えてて、こういうのが量子化の概念なんですね。で、この辺はさらさらいきますね。で、黒体放射の問題を考えていたときに、すでにこの古典力学的な連続性の限界っていうところにぶち当たっていたので、で、このプランクさんは
この量子化の概念を使って問題を乗り越えたわけですね。でこの時プランクさんが考えたのはエネルギー量子っていうのを考えて、今ではプランク定数って呼んでますけど、ある定数と振動数の掛け算でエネルギーっていうのが決まるんだっていうふうに考えて、この定数ってやつが、2018年時点の定義値だと 6.62 ほにゃほにゃほにゃの10のマイナス34乗っていうバチクソにちっちゃい値なんですけど、これがエネルギーの最小単位だって、この世界に存在する最小の単位だっていうふうに考えたわけですね。でプランクさんが当時その実験値との整合を取るために、定めていた定数っていうのが 6.55 っていう値だったわけですけど、こういうふうにして飛び飛びの値を取るんだっていう風な概念でやってきたわけですね。で国体放射の問題を、こういう風にエネルギーの量子化で突破したっていうのは当時のアインシュタインは知っていて、で一方でこの光電効果の説明が波動説ではちょっと行き詰まっちゃってるっていうのも知っていたので、光も量子化できちゃうんじゃないのっていうのが、光量子仮説の着想ですね。でそもそもで言えば光電効果にしてみてもエネルギーの取り扱いに困っていたわけなので、光そのものが量子なんだとすると国体放射も光電効果も矛盾なく説明できるんじゃねって、そう思ったわけですね。で国体放射自体も電磁波のエネルギーを考えていたわけなので、光っていうのを量子化しようと考えるわけですね。でこの光量子仮説は、その後のさまざまな実験によって立証されていくわけなんですけど、現代に生きる我々の特権として先に結論的なところから説明しようと思います。それが原子の構造の話なんですけど、ある物質があった時に、これを突き詰めていくと原子がいるわけじゃないですか。でちなみにこの光量子仮説の話をしている1900年初めくらいはまだ電子とか原子とかの存在っていうのは認められてなくて浸透してないです。というか今まさにそれをやっていて、電子の存在だとか原子の存在っていうのを解明するところの話です、光量子仮説は。で前期量子論を語る上でおそらく最重要人物のニールス・ボーアっていう人がいますと。でアインシュタインの有名なこのフレーズで神はサイコロを振らないっていうのがあるんですけど、これに対してボアが、それを決めるのはあなたじゃないですけどねって言ったっていう話が結構有名なんですけど、そういう話はさておき、ボアの原子モデルってやつがあって、これは化学をやってれば大体習うとは思うんですけど、これが原子核を中心に電子の核、1層目2層目3層目みたいなそういう核を持つっていうモデルじゃないですか。でこれがもうまさに量子的な振る舞いを前提に考えたモデルなんですよね。その中途半端な値っていうのは取んないじゃないですか。 1.5 番目とか1か2か3かってどっかに必ず飛び飛びで存在するっていう話じゃないですか、電子は。だから要はこういうことですよね。でちなみにこの電子核を持たない原子モデルっていうのも考案はされてて、それがラザフォードの原子模型ってやつなんですけど、これイラストでよく見ますよね。ちなみにイラスト屋が描いてる原子の模型もラザフォードの模型だし、アメリカの原子力委員会のバッジに使っているのもこの模型ですね。なんかイラストとして結構可愛いですもんね。で何が起きてんのって話になって、まず波動論に基づく光電効果の理解としては、光を当てて、電子が飛び出て、これを光電効果って呼んでいたんですけど、光って電磁波ですよねって話から、じゃあ電磁波のエネルギーって何なんですかねって話になり、波なんだとするとパラメータは2つですと。振幅と周波数、この2つで決まるでしょうと。でエネルギー的にも、振幅が大きいほど周波数が大きいほど大きくなるはずだから、この右下に行くほど大きくなるよねって、そんな風に思ってたわけですね。でその波動の理論が通じなかったんで、じゃあ波動論じゃないとするとどうしましょうっていうと、これを、光子っていうフォトンで考えるんです。でフォトンを考えて、このエネルギーっていうのは、これプランクさんが書いたそのままですけど、ある定数と振動数で、決まるエネルギーっていうのを考えて、つまりここにエネルギー量子の概念っていうのを導入したわけですね。つまり光を量子化していて、これが光量子仮説ですね。
でちなみに電磁波っていうのはマクスウェル方程式から、導出されるんですけど、高速度普遍の原理というのがあります。要は高速っていうのは、常に一定の値を持っていて、で何が言いたいかっていうと、速度っていうのは波長×振動数で決まるんですけど、速度が不変だっていうことは波長か振動数どっちかが決まればもう片方が決まるって言ってるんですよね。実質的に一変数なんですけど、で要するに高速度不変の原理っていうものがある限り、波長だとか振動数だとかっていうのを考えるのはあんまり意味がなくて、でこの光子のエネルギーっていうのもどっちでも書けるんですよ。当たり前なんですけど、振動数で書いてもいいし、波長を変数としてもいいし、この水色で囲った方が定数なんですけど、実質一変数みたいなもんなんですね。でなのでここから先は基本この光子のエネルギーっていうやつの変数は振動数として扱っていきますね。波長で書く方もまああるっちゃあるんですけど。で光が光子っていうフォトンなんだとして、これがビシッとぶち当たって電子が飛び出る。でこの飛び出た電子を光電子って呼びますけど、何らかのこのエネルギーを持って飛び出すわけじゃないですか。強かったり強くなかったりで、普通に運動エネルギーを考えるんだとすると、こういう風に書けるじゃないですか。質量と速度を使って。で一方でぶち当てた方の光子のエネルギーっていうのは散々言った通りでこう書きましょうと考えるじゃないですか。でこういうのでエネルギーの釣り合いの式を考えたいんですけど、あともう一つ、光を当てても出てこない時もあるんだから、この原子から電子を引き剥がす時にまた別のエネルギーが必要じゃんっていう話になってきて、それをW 仕事関数っていう風に考えるんですね。だから要するにこの仕事関数ってやつは物質に依存する固有値みたいなもんなんですけど、でこの仕事関数は一回ちゃんと噛み砕こうと思うんですが、ここに周期表を出しました。でそれぞれの原子に対して仕事関数っていうのはこんな風に書けますと。で単位はこれ EV って書いてエレクトロンボルトなんですけど、普通にエネルギーの次元と同じだと思ってもらってよくて、でこの値が小さいほど電子を取り出しやすいっていう話です。で箇条書きで羅列しててもいまいちだと思うんで、これを周期表に落とし込むとこんな風になりますと。でこれを眺めているとなんとなく傾向が見えてきて、左に行くほど、取り出しやすいんだなとか、下に行くほど取り出しやすいんだなとか、なんとなくそうなってるじゃないですか。で例えばリチウムとカーボンを、比較すると、リチウム 2.9 に対して、カーボン 5.0、炭素 5.0 ですね。そうすると電子配置はこうなっているんで、電子核が空いているほど、取り出しやすそうなんだなとか、あるいはリチウムとナトリウムを比較すると、電子配置ってこうなってるんで、ナトリウムは 2.4 なので、原子核から遠いほど、取り出しやすそうなんだなとか、なんとなくそんな傾向があって、実際にはその軌道、電子の軌道とかの話があるからそこまで単純ではないんですけど、でこんな傾向があるっぽくて、直感的にはなんとなくわかるかなって感じだと思うんですよ。そこまで不自然ではないですよね。そうかなって感じですよね。みたいなやつが仕事関数です。でやりたいのはエネルギーの釣り合いの式を書きたいんですけど、光子のエネルギーとそれから飛び出す光電子のエネルギーの保存式っていうのはこういう風に書けるじゃないですか。光子をぶち当てて、その一部は仕事関数に使われて、で残った分で運動エネルギーとして飛び出すっていう、単純にそんだけです。でこれをもうちょっと視覚化していくと、こんな風になるかなって感じで書いてみたやつがこれで、左側のやつが光子のエネルギーで、今光子のエネルギーっていうのは単純に振動数に比例するんで、赤いところがちっちゃくて下に行くほどでっかくて、で右側に書いたやつが、右に行くほどエネルギーがでかくなるみたいな感じなんですけど、そこに仕事関数の壁ってやつがあるんですね。で例えば今赤色の光子のエネルギーがこうだとして、で仕事関数には届いてないとしたら、これ運動エネルギーってゼロなんですね。つまり電子は飛び出てこない、光電効果が起きないってことですけど、でもうちょっと振動数を上げていくと、今度は仕事関数の壁っていうところを乗り越えていって、乗り越えた分は運動エネルギーとして出てきますみたいな。でさらに
振動数を上げると、運動エネルギーとして出てくる分がさらにでかくなる、こんなイメージなんです。でこの仕事関数ってやつは原子の種類で違うっていう話だから、また別の物質でやるとこうかもしれないよみたいな、そんな話ですね。であとは光のイメージを、量子的に考えると、弱い光と強い光があったとするじゃないですか。これって光子っていう数が多いか少ないかの違いなんだっていうふうに考えるんです。で電磁波の振幅の強さっていうのはこの光子の数で表現されるんだ。でこの光子一粒のエネルギーっていうのが振動数で左右されてんだ、こんなイメージなわけですね。だから、赤い光をこう当てていて、これで光電効果が起きないんだとすると、こう振幅を上げて光子の数を増やしたところで、変わりないんですね。光電効果が起きないっていうことに変わりはないんですね。で今度は緑色の光を当ててあげて、これで光電効果が起きるんだとして、今度その振幅を強めてあげると光子の数が増えるんで、たくさん飛び出しますみたいな、こんなイメージなわけですね。でここまででなんとなくその光子っていうものを考えた時の概念っていうかイメージは湧いてきたと思うんですよね。でここから先はじゃあ具体的な実験を通して少し見てみましょうって話になってきます。でまず一つ目がロバート・ミリカンという、アメリカ合衆国の物理学者ですね。で1923年に、電気素量の計測と光電効果の研究により、ノーベル賞を取っていますと。で当時のこのロバート・ミリカンは、アインシュタインがこの光子のエネルギーで考えようっつって、光量子仮説っていうのを考えて、この考えは世間に受けないだろうなっていうふうに思っていたんですね。でまだこの光量子仮説の論文を出した時にはまだアインシュタインって有名じゃなくて、特許局で働いていて、そこでクソ暇だったから論文たくさん書いたって言ってるんですけど、まだクソ暇な時期なんですね。で光の波動性を示す実験結果っていうのは、古くからこう膨大な量の事実っていうのがあるわけで、この光の量子論っていうのは世間に受け入れられないだろうなって、そう思ってたわけです。でアインシュタインは1905年にこの光量子仮説の論文を出して、それ以外にも相対性理論とかブラウン運動とかって出してるんですけど、その中の1個を、ちゃんと確かめてみよう。で確かめるための実験をしようって思ったわけですね。でポンとこう炊飯器みたいなやつを持って実験をしていくわけですね。で何をすんだって話なんですけど、光子ってやつをぶち当てて、この光電子ってやつを弾き出してんだとして、この電子ってなんやねんって話なんですよね。でさっき言った通りで電子っていう存在はまだないんですよ、この瞬間。だから何かがこう突き飛ばされて出てきてんだとしたら、エネルギー保存的に考えて、なんかその粒がいるはずじゃんって、そいつの重さってなんぼやねんって、それを突き止めようとする実験をするんですけど、っていうんで、電子の質量を測ってみようっていう、簡単に言うとそういう話なんですけど、でここからちょっと話を脱線させて、その力学と電気力の対称性っていうところで、万有引力って多分聞いたことあると思うんですよ。太陽と地球が引き合ってる力のことですね。でこれは単純に太陽の重さと地球の重さとそれの距離に応じて力が決まるじゃないですか。定数がかかるのは置いといて、重さがある、質量があるもの同士で引き合ってるのが万有引力じゃないですか。で一方で空論力ってやつが電気の世界にはあって、要は静電気的な力なんですけど、プラスの電荷とマイナスの電荷があったらそいつが引き合ってるっていうのが空論力なんですけど、それはこういう風に書けるんですね。プラスの電荷とマイナスの電荷とそこの距離に応じて、力が働きますと、定数がかかるっていうのは置いといて、でこれ呼び方が違うだけで、その従っている物理法則って同じなんですよね。っていうんで、その万有引力も空論力も本質的には同じでしょっていう風に自分はそう思うんですけど、で要するにっていう話なんですけど、網の上にリンゴを落とすじゃないですか。そうすると右の図のように、くにゃんってこう歪むわけですよ。でこれ力っていう概念で見立てているだけで、実際起きているのって歪んでるだけじゃねって話なんですけど、実際何が起きてるかって、物体の質量が重力場を歪めるっていう性質があるだけだと思ってるんですね。でその場の歪みに
呼び込まれて落ちていくっていうことをしているだけなんですよね。でもう一個リンゴがあったとすると、そいつもやっぱり重力場を歪めに行くんで、リンゴとリンゴが引きつけ合うように働くような力っていうのがなんとなく見かけ上見えるんです。でこれって電場に対して電荷がやっていることと全く同じで、電場っていうそのフィールドに電荷っていうものを存在させると、そいつもやっぱり電場っていうフィールドを歪ませるんですよ。だから電荷を持っているもの2つあると、そいつらもやっぱり引き合っているように傍から見ると見えるんです。だから質量っていうのは電荷に相当するし、重力場っていうのは電場に相当するし、これ言い換えても同じことなんですよね。でまだちょっと続くんですけど、空論力ってやつがこの電荷同士が引き合っている力なんだとして、一般的によく観測される静電気ってやつは、下敷き側にこうたくさんのプラスの電荷がいて、頭の中にマイナスの電荷がたくさんいて、そいつらの総量で引き付け合ってるから髪の毛が逆立つわけじゃないですか。で光電効果が電子を弾き出す現象なのだとして、仮に電子っていう存在があるんだとすると、こいつの一粒の電荷量っていうのを見つければいいっていう話になるんですね。で何が言いたいかっていうと、空論力と万有引力っていうのは本質的には同じものだし、その質量に相当するものも電荷量っていう風に捉えていいということです。だからそれを測りますと。で電子の電荷を測りに行くっていうのがこのロバート・ミリカンの油滴の実験なんですけど、これ何をしてるかっていうと、油滴実験っていうからには油のスプレーで油の霧をここに出すんですけど、でこれ電池がつながってて、オレンジ色のやつがプラスの電位、水色のやつがマイナスの電位で、ここに電位差がかかってる部屋があるんですね。でこの部屋に一粒の油滴がこうふわっと落ちるじゃないですか。でまたその X 線を当てて、そこの空気を電離させておくんです。要はイオン化させておいて、マイナスの電子っていうものを発生させておきますと。でそこを通って落ちてくる油滴って、マイナスの電荷をたくさんこう集めて、帯電した状態でふわって落ちてきて、それを眺めてみるんですね、顕微鏡とかで。で要するにこの落下する油滴を眺める実験なんですけど、で電圧をかけない時には普通に油滴っていうのは重力に基づいて自由落下していって、で反力として空気抵抗を受けるんで、そのさっ引かれた分だけで終端速度に達して等速でフューって落ちてくるじゃないですか。で電圧をかけるとこの油滴は帯電してるんで、そのプラス側の電位っていうか、要は空論力で引っ張られて、その落ちていく速度が遅くなるんじゃねって思うんですよね。っていう着想で、実験しますと。要はその帯電した油滴の落下速度がどんだけ遅くなるかとかって、そういう目線でちょっと調べてみないっていう実験ですね。でその結果がこれで、縦軸が帯電量ですね。その落下速度から空論力っていうのを逆算してあげて、帯電量っていう風に、計算できるんですけど、で横軸がその油滴のでかさなんで、横軸はあんま気にしなくて大丈夫です。大事なのはその縦軸の帯電量ですね。でこれそもそもとして今電子っていうものがあるんだって分かってるから、なんかこれで分かりそうだって思うんですけど、そもそも電子っていうものがあるんだとしても、何粒ひっつくかなんて分かんないじゃないですか。どんだけちっちゃいかなんて分かんないじゃないですか。だからここに水玉模様を微妙にうっすら書いてるんですけど、この完全に何の傾向も出ないような結果が出たとしても不思議じゃないと思うんですよね、この瞬間からすれば。なんだけどすごいことに、こうなるんですよ結果って。要はその縦軸の帯電量が存在しない領域っていうのが出るんですよね。でこんな風になんか飛び飛びの値を取るもんだから、なんか粒単位っぽく見えてくるんですよ、そうすると。でこれどのくらいでスキップしてるかっていうと 1.6、かける10のマイナス19乗なんですけど、 1.6 っていう有効数字でスキップしていて、で0から数えてしっかり 1.6 の刻みでこうスキップしていくんで、じゃあこれじゃんって話なんですよね。でこうやって測定された電子1粒の帯電量っていうのが 1E の、約 1.6×10 のマイナス19乗クーロンっていうのが、求まりましたと。でこれが化学反応式とかでよく書くマイナス E とかって書くじゃないですか。あいつの1個あたりの電気素量っていうんですけど、
要は電気的な重さ的なやつですよねが求まりましたと。でこの結果から、電子っていうものが存在が立証されたし、電気素量ってやつも計量されたから、これがバチクソにすごいことなんですよね。でこれがロバート・ミリカンの油滴実験の結果ですね。でその電気素量っていうのが求まったんだから、こっちもできそうじゃないですか。もうで格子のエネルギーと飛び出てきた高電子のエネルギーっていうのでバランスしてる式なんですけど、今仕事関数っていうのはぶっちゃけ考えなくてよくて、要は飛び出た電子を調べているわけだから、飛び出たところから調べりゃいいんで、だしおのずと調べていけば分かるんで、仕事関数っていうのは。で電気素量 1E の電子を 1V で加速させた時のエネルギーっていうのは、要は 1EV っていうのは 1.6×10 のマイナス19乗、そのままですけど、電気素量 ×1V はこのジュールで変換できて、さっきちょろっと言った通りで、この力学的エネルギーっていうのは普通に電気として捉えていいんですね。であとはこの電気的なエネルギーってやつは、その振動数に単純比例して線形比例するっていうのを、調べてあげれば立証できるわけじゃないですか。でそれをやりましょうと。で今縦軸に電気エネルギー、単位ジュールですねを取ります。で横軸に振動数を取ってます。で縦軸と横軸が交差しているところがちょうど0ジュールとして、物質 A っていうのはこうなるだろうと。でこれさっきちょっと前の方で説明した通りで、この横軸から飛び出てる実線部分っていうのが光電効果が起こってるところの話で、そこから下っていうのは仕事関数として使われる分、つまりマイナス側のエネルギーそのものが、仕事関数なんですけど、要はこういうことですよね。で物質 B とか物質 C っていう風に対象の物体を変えていって、それぞれの原子においてこういう風に傾向が出るだろうと。でこのそれぞれのマイナス何ジュールってやつが各々の物質の仕事関数でしょうと。でちなみにこの光電効果が現れる時の振動数っていうのを、ワードとして限界振動数っていう風に呼ぶんですけど、つまりその仕事関数をぴったり払えるだけの振動数ってことですよね。でそれぞれのこのエネルギーの増加量っていうんですかねは全てこの定数 H で支配されているはずなので、このぴったり平行になるでしょっていうのが、つまり光量子仮説が言っていることなんですけど、でこれを調べるために光電管ってやつを使います。で光電管を使った実験装置というのはこういう風になってます。光源、光とそれからフィルター、絞りで真空管の中にこのプラスの電極とマイナスの電極っていうのが、同通してない状態ですよね。空間を隔てて置いてあって、あとそこから下っていうのは電圧がかかってたり可変抵抗があったり、要はそのかけられる電圧をコントロールできるようにしておいて、でその電気回路上で検出すると、電流なり電圧なりを。でフィルターってなんやねんっていうと、この光源をある色で透過すると特定の周波数だけを取り出せるみたいな、要は色をコントロールするってことですね。あとはこの絞りを開けたり狭めたりというところで光のその強さ自体をコントロールします。でフィルターを変えて色をコントロールしますと、振動数のことですけど、というので波長のコントロールだったり光量のコントロールだったりを変えてみたり、あとはマイナス側の電極の物質もいろいろ試してみたりっていう風にやっていって、で例えばここからこの光がマイナスの電極にぶち当たると、ここから飛び出した電子っていうのがこのプラス側の電極にヒットすると、電気的なものがこの回路上で、検出できるっていう、そういう仕組みですね。であとはここにその電位差をかけてるわけなんですね。プラス電極とマイナス電極の間に。でそのプラス電極とマイナス電極の電位差に逆らって、この飛び出した電子ってプラス電極までたどり着かなきゃいけないので、その電位差を上げていくとたどりづらくなるんですよね。っていうコントロールもできるようにしておきますと、的な感じのやつが、光電管の実験原理です。でこれやってみると、この光の量をまず増やしてみましょうとした時に、これって流れる電流が増えるんですよね。要は電極にたどり着く電子の数が増えてるっぽいなっていうのが分かって、これ要はこれを言っているんですよね。要は最初に言ったその光をどうイメージしましょうかっていうところを、証明してるわけなんですけど、で一方で今度波長を変えてみると、
で光の振動数を増やしていくとこれ電圧が増える。要はその電極にたどり着いた時にバチンとヒットする電子の運動量が増えてるっぽいんですよね。運動量っていうか電荷量で言い換えてもいいんですけど、でこれ要はこういうことですよね。これを言ってますと。でそれをエネルギーとして換算して式に書くわけなんですけど、でそれを具体的な物質だとか具体的な定量値で書くと、こうなりますと。例えばナトリウムだとその限界振動数っていうところが 579×10 の12乗だからテラヘルツとかですか。でリチウムだとさらに高周波側に行って亜鉛だともう一声周波数が高くなって、でこの周波数がどんだけだったか今パッと出ないですけど、でも亜鉛で多分紫外線で光電効果が起きていたんだから、リチウムとかナトリウムも紫外線を当てると亜鉛よりかはこう勢いよく電子が出てくるって話ですよね。であとは縦軸側でその仕事関数っていうのもやっぱりさっき周期表に落とした値と同じ値が出る。その逆ですけどね実際は。そんな風になってますと。でこのそれぞれのグラフの傾きってやつをその周波数と仕事関数っていうところだったり、検出した運動量だとかっていうところで求めていくと、こんな風になりますと。これも実際逆なんですけどね。この周波数だとか仕事関数はググって持ってきてるんで、実際やってることは逆なんですけど、こういう風になったとしましょう。でプランクさんが黒体放射の実験から経験的に定めた定数っていうのが 6.55 だったんですけど、この、ほぼ当てずっぽで定めたような定数っていうのが光電効果の実験から、ほぼ一致する結果を導けたんですね。でこれがつまり光が量子であるっていうことを証明できたっていうことになりますというところですね。でまとめると、古くから光の波動説っていうのは結構優勢だったわけじゃないですか。で光電効果っていう現象も見つかっていたんだけど、それがわけわかんなかったですと。で1900年に差し掛かると、まずプランクさんがその黒体放射の話からエネルギーの量子化っていうのをちょっとやってみましたと。この時プランクさんはそんなの意味ねえよって言ってたんですけど、で光電効果というのは1800年から現象としては確認されていたんですけど、これについてアインシュタインが光量子仮説っていう説を唱えましたと。でそこから1920年ぐらいにかけてロバート・ミリカンとか他の人たちによってその光量子っていうのが立証されましたと。でそれぞれプランクさんもアインシュタインもロバート・ミリカンも、この功績をもってノーベル賞を受賞していますという話ですね。で最後になんですけど、よくその量子の説明で量子は波と粒子の2つの性質を併せ持つっていうのがあって、よくこれを聞くんですけど、これがちょっと微妙だなって思ってるんですよね。で実際は波でも量子でもない量子っていうやつだったっていうのが本質的なんじゃないかな。要は今まではそのある一側面でしか物事を見ていなかったんですよ。そのサイコロのある一面だけを見て2だとか、ある一面から見ると4だとかって言ってたんですけど、実際あったのはそのサイコロそのものなんですよね。で量子っていうのは実際その何らかの性質を示すっていうよりかはもうちょっと曖昧なものなんですよ。ふにゃっとしたものなんですよね。確率的にしか入れないしっていう話で、この動画は締めたいと思います。はい、というところでちょっと長めだったとは思うんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画も見ていただけたら嬉しいですっていうのと、それからチャンネル登録、高評価していただけるとまた次の動画の励みにもなるのでしていただけたら嬉しいです。というところでこれで終わりたいと思います。じゃあね、またね、バイバーイ。